ちは式守伊之助であります。横綱2場所目の大野里の土俵入りです。ここまで6勝1敗できました。今日は同い年の平戸海との対戦。場所前に境川部屋に稽古に出向きました。やりにくいね。そうですか。いやいや、2人いるからね。まあそうですね。でどんどん行って。いや私黙ってますから2人でやってもらえる。アクションもすぐ手を挙げて。竜電友風戦です。かつて実はこの2人、十両幕下での対戦もありますが含めて7対0という全部竜電が勝っています。友風引きはたきも入ってきますが落ち着いて竜電がこれまでは対処しています。この後引いてくる可能性もありますがこの押っつけ、竜電が引きました。今日は友風がここで引きます。叩きました。竜電が勝ちました。友風の足が流れました。懸命に竜電が押っつけの攻めでしたが、押っつけと言いますと、でも途中引いてねちょっと押されるところもありましたけれども、終始今日はやっぱりよく相手を見ながら相撲を取ったかなって感じですよね。これねどっかで引かれそうな気がするんですが、そうですね。どこかで必ず引いてきたり、今先に引きましたけれども、引くことも頭に入れながら相撲を取ってますしね。本来でしたらねこれ多分回し欲しかったと思うんですけれども、でもこういう攻めの時ですからね。やっぱ下がってないですしね、最後は体勢を崩すような、形にはなりましたけど、とにかく押っつけながら、今日相手よく見てましたね。このやっぱり引きが親方のお父さん優しいから。いやいやもう確かにねお二人とも親父さんが父親が親方というそういう関係。2世の親方でね2世が並んでますからね。そうですよね。やっぱりさて錦木と佐田の海です。佐田の海の方は3勝4敗です。東の前頭14枚目。5日目から佐田の海3連敗中です。どこかで連敗を止めなければなりませんが、見込んで右を巻き替えに行こうとしましたが錦木これに出ました。初日が出ました。もう思い切って体を預けていきました。やっと勝ちましたね。中日でこれが出るっていうね。そうですね。でもよく前出ましたよね。佐田の海がね右を巻き替えに行こうとしました。その瞬間でしっかり当たってましたし、ちょっと今場所すごく相撲見ててもやっぱ軽いかなと思ってましたけど、そうでしたね。こういう圧力をどんどんかけて相撲取れるんでね。でも今日これ初日出たことでまた脂肪つかないからね。アイスクリームね昔レディーボデン食べたらいつも飲んでましたよ。電子レンジ入れて。そうなんだ。ごくごく。もう太れないからね。そうなんですか。あなたもそんなことある？自分の場合はもうその頃にもプロテインがあったので、プロテインいや俺らの時もあったよ。そんなひどくないよ。うちの親父も飲んでたけどね。まだそんな吸収がいい時代じゃなかったんでね、成分がね。さあ身長にして15センチ、体重42キロの差があります。持ち体重量力士ですが送り出しました。朝紅龍の注文相撲でした。いやまさかでしょうけど、親方どうもこういう変化は。やっぱり大きい相手にとってはこういうことも必要なのかなっていうところもありますし、やっぱり
当たる時はやっぱりしっかりこうね相手を見てからこう攻めてもいいのかなっていうふうに思いますよね。見てないよね。そうですね。もうちょっとこの体だからそういうことできるんだよね。大きいもんね。手足も長いし。そうですね。1メートル93センチで169キロという獅子です。やっぱり明生からすればやっぱり離れてこう突き押しをしながら。立ち合いです。受けました獅子。明生右の前回し。休まずに攻めていますが獅子も残して両回しを引きました。左四つで寄り切りました獅子の勝ちです。6勝目を挙げました。明生動いてはいましたが取りに行ったんでしょうね。右をですね、はい、今日は前回しをこれですね、はい取れてないよ、ねはい、取れてんだけど取れててここ開いて一回こう手をたぶって、ね、手をたぶって、まあ、ここでやっぱりポイント出た方が良かったですね。グイ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 あれとこ足パンって払えばいいのにね。ああ、でもやっぱりちょっともう一回こう出し投げのようなこう形で投げに行ってしまったのが、まあ、こう獅子についてこられるようなこう隙を与えてしまったのかなっていう感じですよね。はい、獅子も左であれだけで、まあ、もう左取るのが好きなのかな。って言われて、で先輩だったこともあってそのずっとビデオを見ながら、はい、でそれ、はい、それでそれをまあものにしたっていう感じですよね。お父様とあんまりそういう相撲の話ないんだよね。あんまりそうですねしなかったんですけれども、もう入った当初からやっぱりすごく言われましたね、そういうことを。さあ土俵注目しましょう。時疾風と日翔志の対戦、3勝4敗同士です。時疾風は、まあ、できれば左を差しに行きたいところですが、回り込んで足が流れました。日翔志が勝ちました。これで新入幕の日翔志が4勝4敗、星を五分に戻しました。どう親方アクションない小型のマイクをつけてもらって、カメラをつけてもらっています。この踏み込みね、日翔志のがいいですけど、でもこれでも日翔志が当たって跳ね返されてるってことは時疾風はやっぱり当たりはいいんですよね。胸からいってるんで。ということはもう少しこう肩から踏み込むような相撲を取るともうちょっと楽かなって思うんですよね。こう負けちゃってますけどね。あんまり多分すっぽ抜ける時もあるんですよね、これが。はい、ですっぽ抜けた時が逆にチャンスとかね。しかしそれ耐えるのが大変ですよね。いやいやもうそれは、ね、はい。なんか朝青龍も銀座でインスタで自撮りやってたからね、さっき。そうですか。インタビューしたいね。国技館に入れちゃうから。話は盛り上がっていますが、御嶽海と湘南乃海、その前に一敗同士で、宇良と正代がもうすでに入場して土俵下に控えています。御嶽海湘南乃海の対戦です。おっつけ、しかし御嶽海の体の寄せ方、逆転でした。送り出し、湘南乃海が勝ちました。よく粘りました。良かったですけどね、最後ね逆転で、この体だったらもっとガッと踏み込んで当たっていったら、まあでも今日はこの右のやっぱおつけ効いてて、ここでもう回し取れてるんでね。でもおつけてからさ、おつけてから離したよね。そうですね。ちょっとやっぱり上手の取り方がこう外から入るような上手の取り方なので、そうですね。やっぱりこう相撲見てて回し欲しさにこうやっぱりちょっとこう下がりながら相手を見ながら、だからこうちょっと外から取りに行ったのかな、回しが欲しくてですね。だから御嶽海は多分回しを取らせたくなかったということで、少しこう相手の動きを見ながら行ったのかなという感じですね。さて土俵は狼雅と翔猿です。この取り組みの後6勝1敗同士で正代宇良戦がこれ全取り組み行った方がいいかもしれないですね。さて狼雅翔猿制限時間いっぱいとなりました。式守金太夫が合わせます。翔猿もろ差しを狙っているんですが、引きました。翔猿が勝ちました。
うまいですね。6勝目、いいタイミングでね。圧力をかけてますけどね。ちょっとこっちから見るとこの左のねやっぱりローガが下からこう抱えて持ち上げてますよね。顔つけてますね。フェイントかけてるね。そうですね。はい。肩でちょんちょんとこう行きながらそうですね。はい。ローガとしては右差してるから。おそらく低い体勢で来ると思いますが、正代を起こしていけるかどうか。ついて左が入った。引きました。正代が勝ちました。正代勝って7勝目、宇良2敗目となりました。左が覗いて、宇良も頭をそこに沈めていって、いつもの宇良が反り技に行くような体勢になりましたが、それいけなかったでしょ。左入ってたよね。そうですね。左が入ってました。正代左が入ってました。見れたんだと思うんですけど、これね、でも正代宇良は伝え反りなどに行くときはこの体勢もありますよ。あるんですけど、でもこれ体の重さと力の強さとね、行きにくいですよね。これ左がね、効いてますよね。なるほどね。左取ってなく入られてなくて右だったらなるじゃないですか。で回し取りっても逆にこう刺された時にこうやっぱり腕が太いので、やっぱり回しが取れなかった時とかやっぱ押されることもありますし、体調がいいから突き押しができるんだよね。そうですね。はい。しかし今日の対戦相手美ノ海は、これまた前回しを取ってうるさい技巧派の相撲を取ります。去年の1月1回の対戦、隆の勝が押し出しで勝っています。前回し取れない。引きました。美ノ海が少々足が揃ってしまいました。この突きとこの右のね差し身であるとなるとやっぱり相手はこう回し取る感じですね。全部これだよね。美ノ海。あれなんで左が届いてるのに引きつけられないのかな。多分右足左踏み込んで足が一歩出てないから、で多分隆の勝は右から多分ついてます。喉のとこついてるんだ。本当だから一から本当に相撲の基礎を習ったのは本当中学高校ですよね。僕らの恩師の本当武井先生に本当に可愛がっていただきましたね。でも知らないけど身近にあったでしょ。そうですね。また本当にだから先輩とかいらっしゃいましたし、そうですね。いろんな方たちがいたので、でも本当僕相撲全く知らなかったんですね。いや土俵時間です。欧勝馬と大栄翔。大栄翔の突きどうでしょうか。今日は欧勝馬のプレーによって畑が入ってきます。やはり大栄翔今場所まだまだです。押し出し欧勝馬が勝ちました。大栄翔の当たりが強いから、欧勝馬の今日は当たりを当たっていってますね。立ち合い、ああいうふうに当たれるんだね。当たれますね。他の人もやったらね、そうすればいいね。今日当たり強いの分かってるからほら踏み込んでるじゃないですか。いつもこうレスリングスタイルなんだけど、それでもね持ってかれちゃうんですよね。これやっぱり回り込むのはすごくうまいですよね。欧勝馬。大栄翔のねちょっとやっぱりこう右足がね出てませんよね。あとは足と。いやいいですよ。でもね、じゃあお父さんも親方も師匠も息子を力士にさせようという思いはそんななかったんですか。あんまりそういう話は全くしなかったですね。決めろと言われたんですよね。小学5年生の時ですね。でもなぜか知らない相撲やるって言ってしまったんですよ。やっぱそういう DNA だね。なんですかね。さあ土俵時間です。翠富士と阿武勝。これが幕内の前半の締めくくり。翠富士下がらない。阿武勝も様子を見ながらの突っ張りです。また離れた。
熱戦になってきました。左が覗いて右を巻き替えた。いろいろできそうな体勢を作っていきます翠富士。上手がっちりでした。寄り切り大野勝の勝ちです。5勝目を挙げました翠富士。2勝6敗となりました。最後疲れちゃいましたね、ちょっとね力が抜けました。まあそういう点では大野勝突っ張りがいいですよね。突っ張っても回し取っても相撲を取れるっていうのは、いい攻めだと思わない？そうですね。まあやっぱりこう刺されるとですね、やっぱりこの多分やっぱり取りづらいので、まあ今日終始やっぱこう突っ張りながらこう攻めてますよね。まあ回し取るとか云々よりもやっぱりよく相手を見ながらこう攻め切ってますよね。小さい人をね、自分より小さい人を突っ張るって本当は難しいんだね。難しいですね。特にこう上から下に行く突っ張りになってしまうので、だからまあ大きい力士とかにもよく言うんですけど、下から上に突っ張るっていうんですね。でそうすると相手のやっぱりこの体状態が浮くので、でそれで刺すならいいのかなっていうふうに思うんですけどね。最後は左の上手をがっちりと引いて、城山関大好きだったんですが激しいですよね。動きがあって、そんなに昔はね大きくなかったしね。そうですよね。さあ時間です。3勝4敗同士ですが好取組、注目の一番、幕内2場所目の両者の対戦です。張っていきました。今日はすぐに右四つに組み合いました。左巻き替える、巻き替えの瞬間に右から出して佐賀が勝ちました。今場所もうまいね。どう？うまいですか。右上手を取ってからの回し切るのがアクションの指導をする。左から張り出しに行ったんですね。あんま聞いてないよね。でもそれで組んじゃったのかな。でもここからでも一回巻き替えに行くんですよね。左巻き替えに行きましたね。左巻き替えに行って、これ回しをここで切るんですね。これ一回切るんですけど、またこれ巻き替えに。右回し親指通せばいいのにね。でもまあ今のやっぱりこれ俺見ないでいくからさ。本当ですか。そう見た方がいいんだけど、そっちの方が確率が高くなるんだけどね。うるさいね。いやでもね、今日はその細かいところの解説がいつも以上になってきますね。今日はでもちょっとやっぱ張ってこう右が差せたことで少しやっぱりあれですね、草野の方がやっぱり回しが取れたことで相撲になりましたね。これがもし先場所みたいに突き放されていくとまた違ったでしょうけども、一山本金峰山、今もう取り組み始まっていました。最後はクレーシャみたいな上手なんですね。ですね。もういい。大麻の競技について説明いたします。行司軍配は金峰山に上がりましたが、両者が体が落ちるのは同時じゃないかと物がつき、協議した結果、行司軍配通り金峰山の勝ちといたします。金峰山の勝ちとなりました。行司軍配通り金峰山の勝ちといたします。軍配通り。まあ投げを有利と見たんでしょうね。ちょっとあれですかね、一山本の体がもう外へ浮いてしまったというところかもしれません。もう飛ばされちゃったもんね。ですね。でも今の出方もありますからね。今場所は4日目に大野里に勝って2場所連続で金星を挙げている伯桜鵬ですが、さあこの右腕が使えるかどうかという時間になりました。左四つは伯桜鵬の体勢ですが、上手をつかみに行きました。投げで崩しました。伯桜鵬勝ちました。勝ちましたがどうでしょうか。伯桜鵬も膝か太ももが力入らないですよね。今の動き見てると。そうですか。
そこでガクってタッチペンなんかいけますかはい、ね。じゃあ行きましょう。右手で手刀を切って腱鞘を痛めていたんです。でもこれちょっと右のやっぱりこの腕の感じがあったので、使いたないもんね。むしろこう多分白鵬は左を刺しに行ったような気しますよね。そうすると、そうすると力が出せるので、左に入ればやっぱりある程度のこう相撲取れるので、でむしろまあ相撲取る時は右のやっぱり回しが取れれば、まあこう回り昨日我慢しながら琴櫻に勝ちました。我慢して、押し込んでいって勝ちました。ね、連敗してるともう気持ちでね、なんかこう前出れないもんね。はい、そうですね。もろ手突きからの阿炎ですね。王鵬下がらない。阿炎は負け越しとなりました。押し出し王鵬の勝ちです。王鵬4勝4敗です。後ろに下がって何かをやろうっていうのがやっぱり相手に伝わっちゃってるんですよね、阿炎はね。そこを押し出して王鵬の勝ち。まあそれだけやっぱりいろんな力士はいろんなことを考えながらやっぱ相撲を取ってますよね。今日もまあ王鵬はやっぱり思うんですけど、仕切りそばで相手に近いから、気が強いという圧迫っていうか相手にそういうね脅威を感じるっていうか。でも相撲取るときはね、普通に立つんですけどね。確かに孫強は仕切り線もうつま先がかかるぐらいですもんね。ちょっと今足元が見えます。これ、確かにね近いですね。でこの位置に戻ります。さあ重要な立ち合いです。玉鷲も連日懸命の土俵を務めています。ちょっと立ち遅れた。入った。食い下がって出ていきます。寄り切りました。青錦勝った6勝目。今日も左が入りました。下手も上手も取って前に出るのがいいよね。だからあんまり位置は良くないけどね。まあちょっと押し込まれはしましたけれども、まあその後すぐ左入って右も入って、この寄せ方がこうちょっっとこう試合やはり立ち合いやっぱりこう玉鷲のここまではねペースですよね。強いしうまいよね。こうよく入りました。ここね。先に右取ったんですかね、これ。取ってんだね。取れてるんですかね。右を取ってからですかね。肘張ってんだ。はい、そうなんですよ。この肘の張り方がうまいね。肘張ってって分かるかな。ちょっとアクションで。まあこの辺りからちょっとエンジンをかけていかなければなりません。対戦相手熱海富士です。久々今年の1月場所以来の幕内の上位に番付を戻しました。昨日連敗を止めました。5連敗の時は若隆景が肩すかしで勝ちました。手をついて行司は幸之助です。手をついてまず下手からです。構わず熱海富士が左から抱え込んでいます。少しひねって体勢を変えました。寄り切りました。若隆景の勝ちです。ひねりが良かったね。ちょっとひねったことで熱海富士の腰が上がって出やすくなったよね。
あでもちょっと苦しそうね、やっぱり。左はこれあれですかね、回し取れてたんですかね。ね途中ちょっとこう、はい、まあ、右のこう、入りだけだったので、寄り切って若隆景の勝ち。ここは多分取れてませんね。はい、取れてないですね。ここで取れるんじゃないかな、回しが近くになってるから。取れてる？いや、まだ取れてないと思います。はい、取れてないですね。はい。つけてますね。つけてる。はでひねって、い、はい。ここですね。こっちがあれなんですけど、もうこれ最後だけだね。はい、取れ取れなくてもいいんです。それぐいぐい出てくるので。去年とこう安易に霧島をこう回し取らしちゃダメですよ。これなるほど。はい。やっぱり突き放しながらこう自分の体勢にこう持っていかないとですね。霧島の方は初日から4連勝でしたが、その後3連敗。流れを変えなければなりません。手をついて動きました。左が入った。上手を引いた。休まずに攻め切りました。若元春寄り切り。霧島は4連勝4連敗。ね、親方が言ったようにね、霧島はこううまいじゃない、立ちが、はい突っ張ったり相手を見て、でもそれをされたくないからちょっと若元春動きましたね、立ち合い考えましたね。ちょっとこう当たった後にこう体勢崩すようなこう形にこう自分でずれたようなこう動きですよね、多分。まあ当たっていったらうまくやられると思ったんだろうね、だと思いますけどね。若元春がね。は左四つになると高安強さを発揮します。い。しっかり当たって、その当たった後の圧力をかけれるかでしょうね。優勝争いに残っていくためにはもう琴櫻は、連敗は許されないところです。小結高安、大関の琴櫻の対戦です。式守伊之助が合わせます。上手を狙いにいった右の上手ですが、ここで右四つになりました。しかし上手がまだ取れません。高安がこれを嫌っています。それでも琴櫻出ますが、下手投げ、高安が勝ちました。ちょっと腰が浮いてしまいました。うまいね、下で切ったもんね。切りましたね。あれがポイントで、最初は右の上手を狙いに行きました。こう右四つになるんですが、ここでね、高安切るから、はい、足を与えない。うまいよね、切り方が。ね、切られたから上体上がったままここが勝負だと思って大関出てきたけどね、それで残られたらもうこれ下手投げでいくよね。そうですね。まあ琴櫻3敗となりました。高安は連勝で2勝6敗。うまくこう使えるようにやっぱり考えてますし、やっぱりこうね、下から食らいというのは一回ね、突き上げてから右を入れるとかですね。今日どうしますか。今日はですね、やっぱり平戸海はもう間違いなく前回しを狙いに入ってくるはずなので、まあそれをどういうふうにこうね、横綱がもろ手でいって一回上げるのか、それとも右もういきなり差しに行きますかね、やっぱりね。どうですかね。当たるかな。多分もろ手でいってもいいのかなと思いますけどね。今場所平戸海も好調です。攻めの相撲、懸命の相撲を取ります。全勝の豊昇龍が見つめる土俵です。踏み込んだ前回し、ここは我慢です。大の里、左の押っつけ、強い、押し出しました。腰だよ右はさせませんでしたが問題なし。な。アクセルばっかね。はい。まずね、腰を前に取ってても
この大きな体だから怖がらずに前に出れるんだよね。そうですね。ちょっと普通ああいうふうにやられたらあたふたしてしまうもんね。向こう側をつけてますよね。左側もつけてるんです。でも腰の位置がですね、やっぱり相手に回し取られてるので低いこう位置でこう相手を見てるので、これで左側を使えるようになってからそれを壁を打ち破ってね。これ押し相撲に徹するのはいいんでしょう。全然いいと思います。もうその相撲しかないっていうふうに思っていけばいいでしょうし、でもさっきもね藤井さんとか言われてますけど、一つ勝てばまた流れって変わるので、そうですよね。どうしてもこの押し相撲の連敗っていうのは昔からありましたからね。そうね、もう勝ったら強いんだけどね。強いです強いです。そのやっぱり波にこう乗っていけるか、乗ったら怖いじゃないですか、やっぱり。そうね。押し相撲突き押しとかですね。だから押し相撲もできてたまに四つも取れるってあんまりいないもんね。いないです。北東海さんぐらいでしょ。なるほどね。理事長ぐらいね。理事長はそうですね。そう押し相撲ですが左四つでも相撲は十分取れました。だから押し相撲で横綱に上がったんだと思います。さて結びの一番です。幕内ただ一人の7戦全勝、豊昇龍豪ノ山戦です。39代立行司木村庄之助が合わせます。踏みとどまりました。押し出しました豊昇龍、中日勝ち越しです。右差すのも良かったね。そうですね。やっぱ右差したところ左の押っつけもすごいこう強烈でしたね。やっぱ豪ノ山は二の矢の攻めかな。やっぱりでもちょっと張られたりとかするとやっぱ止まるっていうのがあるじゃないですか。押し相撲って特にあると思うので。押し相撲の人って張るのにさ張られるの嫌な人多いもんね。そうですね。やっぱり目つぶるんですね。張られた時にクッとそこがやっぱり一瞬そこで止まるので。目開けてる目がみたいにやらしい人はいないから。いやいや本当にありますね。いいですよね。横受けましたね。受けましたね。回し取り行ったんですけど。刺しちゃったんだね。だからそれは右入ったからだよね。そうですね。横綱がね。そうですそうです。ちょっとねこう立ち合いの圧力はね豪ノ山の方がね今日あったんですけども。いい立ち合いで。これでねこう右刺されてしまったんですね。またここでまた左からもつけながらこう前に出ますね。あれ刺されたらちょっと離れられないもんね。なれないですね。またこの右からこう投げた後のやっぱりこのね、相手とのこう距離感の取り方はすごくうまいじゃないですか。抱え込むからね。はい、スーッと前に出ていけるので。なるほどね。いずれにしても大野里、豊昇龍両横綱が勝ちました。これで豊昇龍ただ一人8戦全勝です。さあこの後は3代目若乃花花田勝さんと